本日はボクシングで苦労に苦労を重ねて、やっと世界の頂点に立ったチャンピオンたち5人、プラス苦労したけど最終的に世界に届かなかったボクサー1人をご紹介していきます。極論を言ってしまうと、苦労していないボクサーなんていないと思います。1日の食事が卵1つだったこともある、貧しい家庭に育った大場正夫選手、10キロの道のりを走って通勤していた輪島光一選手、そして海外を見れば、中南米の選手たちにとってボクシングは貧困から抜け出すための手段ですし、フィリピンの英雄マニー・パッキャーのデビュー戦のファイトマネーは1000円にも満てなかったといいます。ハングリースポーツの代名詞と言われていたボクシング。しかしそこにはお金だけではなく、拳で目をつかむという心の渇望もあり、ボクサーの数だけドラマがあります。今日はそんな中でも特に私が印象に残っている苦労人王者たちを紹介いたします。1人目はアメリカのジェームス・ブラドックです。ボクシングファン以外の方でも聞き覚えがある名前かもしれません。彼の生涯はラッセル・クロウ主演のシンデレラマンというタイトルで映画化もされています。もちろんブラドックは実際のボクサーです。1905年にアメリカでアイルランドの移民の両親のもとに7人兄弟の一人として生まれたブラドック。1923年にボクシングプロデビューしています。最初の3年間で44勝 21KO2 敗2分けのレコードを記録し、世界タイトルに挑戦しますが、時のチャンピオントフィー・ラフランに判定負け。その後は右拳の怪我なども響き、33試合のうち11勝20敗2分けと落ち込みます。ブラドックは結婚して3人の子供がいましたが、1929年に世界を襲った大恐慌の影響を受け、一家は貧困に苦しみます。電気代すら払えない月が続き、そのため彼は日雇い労働者となりますが、毎日仕事がもらえるわけではありません。毎日労働希望者が集まる広場に出向き、決められた数の人間だけが仕事をもらえるのです。さらにボクシングで痛めた右拳は使えず、左手だけで仕事をこなします。そのため左のリードブローが劇的に強くなったというエピソードがあります。映画のワンシーンにブラドックは息子が万引きするところを見て、俺たちはそんなことはしないと言って子供を叱るシーンがありますが、実在の彼も政府からの手当を受けることに屈辱を感じたりと誇り高い人物であったことが伺えます。彼は過酷な現実に対しても嘆かず怒らずひたすら耐えます。彼は1934年にホープと称されていた選手コーン・グリフィンを下し、さらに後の世界王者ジョン・ヘンリー・ルイスを下し、世界挑戦のチャンスをつかみます。しかし時の世界ヘビー級王者はマックス・ベアは怪物王者で、ブラドックはオッズ10対1で不利とされていました。しかし彼は判定で見事ベアを破り、世界の頂点に立ちました。大恐慌、貧困、怪我などに翻弄されながらも家族を養い、絶対王者を下した彼のボクサー人生はまさに映画化されるにふさわしいものだったでしょう。2人目は花形進選手です。花形選手の最終成績は41勝 7KO16 敗8分けです。1963年にデビュー以来、日本タイトル戦までに約6年を費やしています。デビューから30戦目までで14勝8敗8分けとかなり平凡な成績でした。しかしそこから成長を見せ、6年目にスピーディー早瀬選手の持つ日本フライ級タイトルに挑戦し、判定勝ちして初のタイトルを獲得。そのタイトルを4度防衛しています。初の世界挑戦は1969年11月 WBC フライ級タイトルマッチ、メキシコのチャンピオンに挑みますが判定負け。2度目の世界挑戦は1971年4月 WBC フライ級タイトルマッチ、フィリピンのエルビト・サラバリアに挑戦しますが判定負け。3度目の挑戦は翌年の3月、一度勝っている大場正夫選手の WBA フライ級王座に挑戦しますが僅差の判定負け。4度目の挑戦は1973年10月、タイのチャチャイチオノイに挑戦しますがまたしても判定負けを喫して世界タイトル戦を4連敗してしまいます。5度目の挑戦は1年後の WBA 世界フライ級タイトルマッチ、相手は再びタイのチャチャイです。軽量で体重オーバーによって王座を剥奪されたチャチャイ。花形選手は見事6ラウンド KO 勝ちでタイトルを奪取。5度目の挑戦でようやくタイトルを取ったのでした。デビュー当時から負けや引き分けも多かった花形選手でしたが、続けていればいずれチャンスはあると思っていたと後に語っていました。座右の銘は継続は力とも語っています。昨今のボクサーは2度3度の敗北で引退してしまいがちですが、花形選手は精神の強い諦めないボクサーでした。あるテレビ番組では日本一負けの多い世界王者として紹介されています。
明るい性格の花形選手は引退後、ある雑誌のインタビューでこう言っていました。負けは気にすんな、勝ちの数だけ数えとけ。3人目は河野康平選手です。井上尚弥選手や亀田光輝選手といった有名選手たちとも試合しているので、一般の方々にも知られているチャンピオンかもしれませんが、彼はアマチュア時代やデビュー当初は、とても世界を取るような選手とは見られていませんでした。河野選手の所属する渡辺ジムの会長ですら、河野には期待してなかったと言っていたのです。河野選手はアマチュア時代、よくオープン戦に出場していましたが、キャリアのある選手と当たることが多く、そこまで勝利を収めてはいませんでした。2000年5月には実業団選手権に出場していますが、初戦で敗退しています。そしてプロデビュー戦も判定負けしています。ここで普通の人間なら気持ちが折れそうなところですが、彼はここから徹底した改革を行います。そしてそれに手を貸してくれたのが、彼のボクシングデビューに一番反対していた父親の豊造さんでした。豊造さんはリビングの一部を改装し、ウォーターバッグを吊るし、ビデオカメラを取り付け、家の中にジムを作ってくれたのです。さらに自らプロテクターをつけ、河野選手のパンチを受けます。河野選手はそこでパンチの打ち方、当て方、ガードの位置などを細かに修正し、進化してきます。さらに河野選手は午前中にロードワーク、その後に自宅でトレーニング、さらに午後から渡辺ジムでトレーニングと、凄まじい努力を重ねていきます。河野選手は2002年には東日本新人王に輝き、全日本新人王決定戦に進出。そこで後の日本スーパーフライ級王者、長広大吾選手と対戦して、惜しくも判定負けしてしまいます。そしてデビューから実に7年目の2007年、菊井哲平選手を判定で下し、日本スーパーフライ級タイトルを獲得します。そして今度は OPBF スーパーフライ級タイトルを獲得。そして2008年9月、満を持して WBA 世界スーパーフライ級王座決定戦に臨みます。対戦相手は名城信夫選手です。デビューから8年目で一度世界王座を獲得している強豪ですが、河野選手を臆することなく前進を続けます。しかし2対1の僅差で判定負けしてしまいます。約2年後の2010年9月、今度は WBC 世界スーパーフライ級王座決定戦に臨みます。相手はメキシコのトマス・ロハスでしたが、3対0の判定で敗れ、またもタイトル獲得はなりませんでした。さらに再起戦では、日本同級タイトルをかけて、後に WBC 同級王座となる佐藤陽太選手に10回判定負け。その次の試合も判定負けで世界戦から3連敗となってしまいます。普通ならここで気持ちが折れそうなところですが、河野選手は諦めませんでした。デビューから実に12年目を迎えた河野選手は、2012年12月31日に、タイのテイパリットゴーキャットジムの持つ WBA 世界スーパーフライ級タイトルに挑戦します。王者にとって4度目の防衛戦でした。王者はこれまで21勝 13KO2 敗のレコード。対する河野選手は27勝 10KO7 敗。20歳でデビューした彼は32歳となっていました。人生をかけたラストチャンス。父豊造さんは奇跡を起こすんだと勇気づけていました。試合は1ラウンドから打ち合いになります。パンチを浴びる場面もありましたが、4ラウンド左フックのカウンターでダウンを奪い、さらにもう一度ダウンを追加し、連打をまとめ4ラウンド2分8秒 KO 勝ちで世界タイトルを獲得しました。アマチュア時代から苦楽を共にしてきた高橋トレーナーと泣きながら抱き合っていたシーンは感動的でした。そして試合後、河野選手のご両親もリングに上がり、河野選手は父親とがっちり握手をしました。勝利者インタビューでは親子揃って関係者やファンの人たちへの感謝を口にしていました。努力の男が世界の頂点へ駆け上がった感動の瞬間でした。4人目は西岡俊明選手です。このチャンネルでは過去に感動、泣ける試合トップ10動画でも取り上げた西岡選手ですが、今回のテーマ、世界を取った苦労人ボクサーでも取り上げなくてはならない選手です。しかし、デビュー当時の西岡選手は全く苦労するようなボクサーではありませんでした。小学5年生の頃に書いた作文で、将来は世界チャンピオンになると夢を語った少年は、プロデビュー当時から逸材と言われ、次期世界チャンピオン候補と言われていました。しかしプロ2戦目に、後に OPBF バンタム級王者となる中村雅彦選手に4ラウンド痛烈な KO 負けを喫してしまいます。西岡選手は当時を振り返り、あれは交通事故のようなものと言っていましたが、当時は周りが心配するほど落ち込んでいたといいます。そしてデビュー8戦目に
新人王西軍代表決定戦で北島桃太郎選手に判定負けしてしまいますが、西岡選手はこの時の判定は負けたとは思っていないと語っています。それから引き分けを一つ挟み14連勝を飾ります。中でも日本タイトル獲得となった渡辺淳一選手とのバンタム級王座決定戦、16勝 13KO のハードパンチャーである渡辺選手を相手に1ラウンドに先制のダウンを食らいますが、2ラウンド得意の左ストレートでダウンを奪い返し、1分44秒に2度目のダウンを奪い、そのまま KO 勝ちした試合。そしてその王座の初防衛で戦った沖縄の長里茂選手を8ラウンド TKO に下した試合などは時すすべき勝利でした。誰もが次に世界に行くのは西岡だと思っていました。しかしそんな日本のホープの前に深き壁となって立ちはだかったのがタイのウィラポン・ナコンル・アンプロモーションです。ウィラポンは辰吉選手を KO してタイトルを獲得した選手で、安定感のある選手として WBC 世界バンタム級王座を3度防衛していました。そして4度目の防衛戦の相手として挑戦したのが西岡選手でした。強敵のチャンピオンは相手でも西岡選手はわざわざタイから俺にタイトル取られに来るとはご苦労なこったねとビッグマウスを炸裂させていましたが、試合では攻めきれず判定負け。ファンからは勝ちへの執念が見えないなど批判されました。約1年後に再戦が組まれ、西岡選手は再度ウィラポンに挑みますが引き分けに泣きます。前回と違って内振り構わず攻めていった西岡選手には称賛の声も聞かれました。世界王者と引き分けたことによりランキングも1位になり再々戦が組まれますが、西岡選手のアキレス腱断裂により試合は中止となり1年のブランクを作ってしまいます。完治して改めて3度目の挑戦でウィラポンと戦いますが再度引き分けに泣きます。さらに4度目の対戦では判定負けを喫します。実に世界戦4連続失敗となってしまい、ここから西岡選手の長い苦悩の時代が始まります。2004年3月から4年半、西岡選手はひたすら5度目の挑戦のために待ち続けます。4タイトル戦をこなす日々、後に西岡選手はこの時の心境を一度でも負けたら終わりだったから毎試合怖かったと語っています。西岡選手は結婚して幼い子供もいましたが、2008年に大きな決断をします。ボクシングに集中するために愛する家族と別居することを決めたのです。それを聞いた帝拳ジムの本田会長は、バカなことをすんな、お前が世界戦をやれる可能性は 10% もないんだぞ、すぐに家族を連れ戻せと一括したそうです。しかし西岡選手の固い決意は揺るぎませんでした。そんな決意に応えるかのように世界戦が決まります。 WBC スーパーバンタム級暫定王座決定戦です。正規王者のイスラエル・バスケスがあまりに激闘続きだったため WBC 側が休業命令を出した暫定王座決定戦でした。そして2008年9月、西岡選手はタイのナパーポン・キャッティーサク・チョーチャイとの試合に臨みます。ナパーポンは45勝 39KO2 敗1分けのハードパンチャーですが、西岡選手は試合前からワクワクしてます、俺が世界チャンピオンになる日だからと自信を覗かせていました。相手陣営には4度戦って勝てなかったウィラポンがセコンドでついていましたが、西岡選手は臆せず打ち合い、見事大差の判定勝ちで栄冠を果たしました。さらに正規王者バスケスが網膜剥離により防衛戦を行うことができないため、西岡選手が正規王者に昇格しました。ジムの会長からも引退を勧められ、誰もが西岡選手は終わったボクサーと思っていました。しかし西岡選手は自分が世界チャンピオンになれないわけがないと信じ続けていたのです。自分の可能性を信じ、固い決意が呼び寄せたいい流れ、それをものにした西岡選手はその後スター選手のジョニー・ゴンザレスを敵地で不利と言われながらも KO で下し、ラスベガスでの防衛を果たすなど7度もの防衛を果たし、世界の西岡になっていくのでした。世界を取った黒人ボクサー最後の一人はルービン・カーターです。彼の壮絶な生涯はザ・ハリケーンというタイトルで映画化されています。カーターは世界タイトルを取ったというより与えられたと言った方がしっくりくるかもしれません。いや、もともと全てを奪われるところからカーターのボクシング人生は始まりました。1937年にアメリカのニュージャージー州に生まれたカーターは軍隊時代にボクシングを始め頭角を現します。1961年にプロデビュー、27勝 19KO12 敗1分けの成績を残します。その中には後の世界2階級制覇王者
エミール・グリフィスを1ラウンド KO で下した勝ち星も含まれています。世界ランキング3位となったカーターは、1964年12月には、ジョーイ・ジャーデロと WBA、WBC ミドル級タイトルマッチを行っていますが、判定で敗れています。そんなカーターの人生が左右される出来事が起きたのは、1966年6月のことでした。地元ニュージャージーの酒場で、店主と2人の客が射殺される事件が起きます。そして目撃者の証言と一致していたカーターは逮捕されたのです。カーターは裁判で終身刑を言い渡されてしまいます。凶器は発見されておらず、十分な証拠はなかったにもかかわらず、当時黒人差別がひどかったアメリカで、陪審員は全員白人。カーターには少年時代に窃盗罪で捕まった犯罪歴もあり、そのことが不利に働いたのでしょう。カーターは冤罪を訴えました。すると当時盛り上がっていた公民権運動と合わさり、たちまち社会的な問題へと発展していきます。ボブ・ディランやスティービー・ワンダーはカーターのために歌を作り応援します。モハメド・アリも声を上げます。しかし再審でも終身刑は変わりません。諦めきれないカーターとその支援者たちは証拠集めなどを続けていき、ついに警察によって隠蔽されていたいくつかの証拠を発見します。そして1988年カーターは約20年に及ぶ無実の投獄から解放されます。1993年に WBC は彼を名誉王者と認定してベルトが付与されました。1999年にはザ・ハリケーンとして映画化もされています。通常の世界王者とは全く異なるベルトですが、差別や偏見の犠牲になった末に真実を証明するために約20年もコツコツと努力を重ね、ようやく実らせた執念と精神力は素晴らしいものでした。漫画はじめの一歩の鴨川会長の言葉で、努力した者が必ず報われるとは限らない。でも成功した者は皆、すべからく努力しているというものがありました。ここまでご紹介してきたボクサーたちは皆、最終的に世界を取った選手たちでしたが、ここで番外編として、苦労したが世界に届かなかったボクサーを一人ご紹介します。彼の名前はリック・吉村。リック選手はアメリカ出身の黒人ボクサーです。ニューヨークで2000に敗の後、日本の三沢基地に軍人として転勤になります。そこでもボクシングを続け、90年には日本スーパーライト級タイトルを獲得。東京の横田基地に転勤になった後は、日本ライト級タイトルを獲得。そのタイトルは、坂本裕之選手に9回 TKO 負けで手放しますが、95年1月に前田裕之選手を判定で破り、返り咲きます。そこからリック選手の長く果てしない防衛ロードが始まります。外国人だったリック選手はスポンサーがつかず、なかなか世界挑戦のチャンスに恵まれません。何人ものボクサーたちがリック選手の横を通り過ぎていきます。6年間で22度の防衛は歴代最多防衛記録です。外国人であり世界挑戦の機会に恵まれなかったがゆえに、日本タイトルの最多防衛記録が外国人の手によって更新されたのです。少し皮肉な感じがしますね。リック選手は腐らずに防衛を続けていき、2001年2月、ようやく世界挑戦のチャンスが訪れます。WBA 世界ライト級チャンピオン、畠山貴則選手のタイトルへの挑戦です。リック選手は36歳になっていました。試合前、畠山選手はこんなことを言っていました。リックには挑戦者として致命的な欠点がある。引き分けはあるかもしれないけど、俺の負けはない。一方のリック選手は、ボクシング人生の全てをかけて試合に挑みます。試合はフットワークを使いながらアウトボクシングをするリック選手に対して追いかける畠山選手といった図式に終始します。アグレッシブに攻勢を取る畠山選手に対して左ジャブと巧みなクリンチでポイントを拾っていくリック選手。しかし9ラウンド、あまりにあからさまなホールディングによってリック選手は減点1を課されます。そして試合は判定へ。ジャッジは1人が116対111で畠山選手、1人が115対112でリック選手、そして最後の1人が114対114の引き分けでした。1対1の引き分けでリック選手はタイトル奪取なりませんでした。タラネバは通用しませんが、もし9ラウンドの減点がなければ2対1でリック選手は勝っていました。判定が出た時の愕然としたリック選手の顔は今でも忘れられません。冒頭の鴨川会長のセリフに戻りますが、成功した者は皆努力をしています。世界チャンピオンになることを成功と捉えた場合、リック選手は成功しなかったことになります。しかし、努力しなければ成功にはたどり着けません。では成功しなければ、その努力は消えてしまうのでしょうか。私はそうは思いません。リック選手は世界戦の前に言っていました。
何度も諦めたくなった。でも諦めたらチャンスは来ない。だから続けるんだ。その諦めなかった精神力は、この後のリック選手の人生で必ず生かされるはずです。現在リック選手は日本でジムを開き後進の指導に当たっています。いつか教え子の中からリック選手に代わって夢を叶えるボクサーが出てくることを願わずにはいられません。一人のボクサーと深く付き合えば一つのドラマが見られます。ボクサー一人一人に背負っているものがあり、まるで小説のようなストーリーがあります。今回の人選も困難を極めました。ルービン・カーターを紹介するなら、冤罪で終身刑を言い渡された日本版カーターの袴田さんも紹介したかったですし、他にもたくさんドラマを背負っている選手がいます。全員を紹介することはできないので、私の中で特に印象的な選手たちをご紹介させていただきました。ボクサーたちは世界を取るために日々努力を続けます。様々なことを犠牲にして高みを目指します。その中で頂上までたどり着けるのはごく一部です。過酷であるとともに悪魔的な魅力があります。そして彼らはいつも諦めないことの大切さを教えてくれるのでした。